こんにちは。今回はですね、キロ冒険ガイドブック、AI と旅する新しい開発の世界という、これめちゃくちゃ面白い資料をあなたと一緒に読み解いていきたいなと思ってます。単なる機能マニュアルじゃなくて、なんていうか、AI とどう付き合っていくべきかっていう、一つの哲学みたいなものが込められてる気がするんですよ。早速、この冒険の世界に飛び込んでいきましょこれは本当にただのツール紹介じゃないですよね。いきなり冒頭から直感と計画っていう、開発における永遠のテーマを突きつけてくるわけですから。このガイドブックは、キロっていうツールが、その2つのある意味相違をれない要素をどうやって融合させようとしているのか、その壮大な試みをファンタジーの世界観で描いた一つの物語とも言えるかもしれません。この視点を持つと、各機能が、より深く理解できるはずです。う。では早速1ページ目から見ていきましょうか。いきなり基盤作業の近道ルートとチーム開発と重要実装ルートっていう2つの道が示されてますね。これなんか開発を始める前に君はスピードを求める冒険者なのか、それとも堅実さを重んじる騎士なのかって問いかけられてるみたいで、実際の開発だと両方を行き来すると思うんですけど、最初にこの二元論を提示する意図って何なんですかね？それは非常に良いポイントですね。これは AI 開発における意識的な選択を促してるんだと思います。つまり今からやる作業はアイディアを試すためのラフなスケッチなのか、それとも製品の根幹をなすもうバグが許されない部品作りなのか、その目的によって AI に与えるべき裁量権とか人間が関与すべき度合いっていうのは全く異なってくるわけです。なるほど。バイブモードとオートパイレットを組み合わせる近道ルートは AI を信頼してある程度任せるスタイル。で、一方のスペックモードとスーパーバイズドを組み合わせるルートは AI を監督しながら慎重に進めるスタイルですね。この使い分けこそが AI を使いこなす第一歩なんだと、そう示唆しているわけです。なるほど。では2ページ目に進みます。開発者猫とキロボットの旅と題して、キロが解決する課題が挙げられてますね。コード生成、バグ修正、新技術の探求、そしてキロとの冒険は迅速で楽しいと。正直なところ、開発ツールが楽しいとまで言い切るのって結構大胆な気がするんですけど、これって単なるマーケティング文句じゃない、何か特別な意味があるんですかね？私はこれは開発者体験のその根幹に関わる重要なメッセージだと捉えています。従来の開発における苦痛って、本質的じゃない単純作業の繰り返しとか、延々と続くデバッグ作業にあったりしたじゃないですか。ああ、わかります。キロはそういう部分を AI に任せることで開発者を退屈から解放しようとしてるんですね。そして空いた時間で新しい技術の探求みたいな、もっと知的好奇心を満たす創造的な活動に集中できる。それが結果的に楽しいっていう体験につながるんだと、そういう思想が根底にあるんだと思います。続いて3ページ目ですね。ようこそ開発の新大陸へと。ここでもまたバイブコーディングの楽しさとスペック駆動開発の堅実さが対比されてますね。直感の森をかけるバイブコーディングと設計の城を築くスペック駆動開発、この森とお城のイラストすごく象徴的じゃないですか。実際のプロジェクトだと森でプロトタイプを作ってそれを城に持ち帰って本番実装するみたいな、そういう流れになるんでしょうか？まさしくその通りです。そしてここで重要なのは、その森と城が地続きになってるっていうことなんですよ。地続きに。はい。多くの開発現場だと、アイデア出しのツールと実際の開発ツールって結構分断されてますよね。でもキロは同じ環境の中でこの2つのモードをシームレスに行き来できる。森で得たひらめきをそのまま城の設計図に落とし込める。この連続性がアイデアから実装までのサイクルを劇的に加速させる鍵になるわけです。ではその具体的な使い方を4ページ目で見ていきましょう。第1章は対話の魔法、 AI との話し方ですね。バイブモードの例がこの SQL を整理してっていう、かなり曖昧なお願いですよね。これまるで同僚にちょっとこれいい感じにしといてって頼むような感覚に近いなと。ええ。一方でスペックモードは requirements.md を生成するとか、かなり形式的です。この2つの対話モードってどういう基準で使い分ければいいんですか？ワイブはですね、
答えが自分の中にもまだない時に使うと効果的ですね。まさにブレインストーミングの相手として AI を使う、そんな感覚です。なるほど。一方で、スペックは作るべきものの正解が明確な時に使います。要件とか仕様っていわば契約書を AI と交わして、その通りに作ってもらうんです。この契約書があることで、チーム内の他のメンバーとか、あるいは未来の自分が見ても、なぜこのコードが生まれたのかが明確になる。ドキュメントが自動的に残るっていう点もスペックの大きな利点と言えますね。なるほど。契約書ですか。それはしっくりきますね。では5ページ目。便利な呪文、コンテクストプロバイダーです。ハッシュを唱えて世界とつながろうとあります。これって AI に今この話をしてるんだよっていう文脈を教えるための機能ですよね。これがないと AI はプロジェクト内の全ファイルを読んじゃいそうで的確な答えが返ってこなさそうですもんね。ええ、これは AI との対話の精度を決定づける極めて重要な機能です。人間同士ならさっきの件って通じますけど、 AI にはそれがなかなか難しい。このハッシュ記法は、開発者が AI の注意のスコープを意図的に絞り込むための、言ってみればレーザーポインターみたいなものなんです。レーザーポインター。このファイルとこの Git の差分だけを見て、このエラーについて考えてっていう風に指示できる。これによって AI はノイズに惑わされずに質の高い応答を生成できるんです。 AI の焦点を絞るレーザーポインター、すごくわかりやすいです。6ページ目、第2章、実行の流儀。AI の動かし方ですね。オートパイロットモードとスーパーバイズドモード。オートパイロットは承認なしで自動実行されるって聞くと、便利そうですけど、少し怖さも感じます。AI が勝手にコードを書き換えて気づいたら動かなくなってた、なんてことにはならないんでしょうか。まさにそのためのスーパーバイズドモードなんです。この2つは AI への信頼度と作業のリスクに応じて使い分けるものなんですね。オートパイロットはリファクタリングとかテストコードの生成とか比較的定型的で万が一失敗しても元に戻しやすい作業に向いてます。ふむふむ。一方でスーパーバイズドモードは AI が提案した変更を人間が一つ一つレビューして承認しないと反映されないんです。これはビジネスロジックの核心部分とか絶対に間違いが許されない箇所で使えます。イメージとしては AI に下書きをさせて人間が最終構成をするという感じですね。なるほど。AI に任せるところと人間が監督するところを明確に分けるわけですね。7ページ目、第3章は世界の法則を作る。プロジェクトの設定、ステアリング機能です。技術スタックや命名規則を AI に教え込む羅針盤だと。ただ、人間ですらコーディング規約と忘れがちなのに、AI は本当にこのルールを守ってくれるんですかね。人間以上に忠実に守ってくれます。というのも、スティアリングファイルに書かれたルールっていうのは、AI にとって単なるお願いじゃなくて、プロンプトに常に追加される絶対的な前提条件として機能するからです。これは AI に対するしつけとか教育に近いかもしれないですね。プロジェクト固有のお作法を最初に叩き込むことで、AI が生成するコードの品質とかスタイルがチーム全体で統一される。これ、コードレビューのコストを大幅に下げる効果もあるんですよ。AI にもプロジェクトの文化を教え込むと。面白いですね。8ページ目は、そのスティアリングを具体化したスティアリングの本棚です。基盤ファイルとカスタムファイルに分かれてますね。プロダクト .md とか tech.md みたいな基盤ファイルは、プロジェクトの憲法みたいなものでしょうか。で、コードコンベンションズ .md なんかは、それに基づく個別の法律みたいなイメージですかね。おお、素晴らしい解釈です。まさしくその通り。この向上化された知識管理は AI が参照しやすいだけじゃなくて、新しくチームに参加した人間にとっても、これ最高のオンボーディング資料になるんですよ。確かに。このプロジェクトは何を目指していて、プロダクト .md、どんな技術を使っているのか、tech.md っていう根幹が明確であれば、キャッチアップが非常に早くなりますからね。AI のためのドキュメントが結果的に人間のためにもなるという良い例だと思います。では、9ページ目。フックス。イベントをトリガーにする自動からくり装置。ドミノ倒しのイラストが分かりやすいですね。ファイルを作成したらテストファイルも自動生成するとか。これ便利そうですけど、設定が複雑になると何がどう動いてるかわからない魔法みたいになって、かえって開発の妨げになったりしませんか？それは的確な懸念点ですね。確かに乱用するとブラックボックス化するリスクはあります。
なので重要なのは、フックスを規約を強制する仕組みとして使うことだと思うんです。例えば、新しいコンポーネントファイルを作ったら、必ずドキュメントのひな型も一緒に作るみたいなルールを自動化する。これによって、めんどくさい手作業を減らしつつ、プロジェクトの品質を一定に保つことができる。個人の裁量じゃなくて、チームのルールを自動化するために使うのが賢いやり方ですね。なるほど。10ページ目は MCP サーバー、異世界へつながる魔法の扉。キロを AWS とか Figma、データベースみたいな外部ツールと接続する機能ですね。これはもう単なるコードエディターの域を超えてますよね。キロが開発作業全体のハブというか司令塔になるっていうそういう宣言みたいに見えます。まさにパラダイムシフトだと思います。開発者ってコーディング中、頻繁にエディタとターミナル、ブラウザ、いろんな GUI ツールを行き来しますよね。はい、しますね。このコンテクストスイッチが集中力をそごいで生産性を落とす大きな要因なんです。MCP サーバーは、キロの対話インターフェースからこれらの外部ツールを直接操作可能にすることで、開発者をエディタから一本を出さずに作業を完結させようという非常に野心的な試みなんです。11ページ目、第4章、冒険の仲間と道具では、パワーズという機能が紹介されています。MCP やスティアリング、フックスをパッケージ化したものと、ストライプ決済を実装したいときにストライプパワーを有効にするっていう例が挙げられてますね。これって特定の作業に必要な設定意識をまとめたお弁当セットみたいなものでしょうか。お弁当セット、良い例えですね。あるいはミッションパックとも言えるかもしれません。ストライプ決済実装ミッションを開始すると、必要な武器、つまり API の知識を教え込んだスティアリングとか、道具である定型コードを生成するフックス、そして異世界への扉、ストライプのサーバーにつながる MCP が全部一括で提供されると。おー。これによって開発者は環境構築っていう退屈な準備作業から解放されて、即座に本質的な開発に取り掛かれるわけです。準備が楽になるのは本当に助かりますね。12ページ目は高度な技として2つ。サブエージェントズ、分身の術で並列実行とウェブ検索ツール、千里眼で最新情報。分身の術ってなんか忍者のようでかっこいいですね。これって一つのタスクが大きすぎるときに AI が自分自身の分身を複数作って手分けして作業するっていう理解で合ってますか？その通りです。これは AI にマネージャーの役割をさせるようなものですね。大きな課題を論理的なサブタスクに分解して、それぞれを専門の AI エージェント、つまり分身に割り振る。そして最終的にそれらの結果を統合して一つの回答を導き出すんです。さらに、ウェブ検索ツールで最新情報を参照できるので、AI の知識が古くなるっていう弱点も克服できる。我々はもはや AI アシスタントを使うんじゃなくて、AI のチームを率いる存在になりつつあるのかもしれません。では13ページ目。最終章は安全な旅のためにです。オートパイロットとかサブエージェンツみたいな強力な機能があるからこそ、セーフティーネットが重要になりますよね。チェックポインティングは会話とファイル変更を丸ごと巻き戻せる時間旅行。これは心強い。AI に大胆なリファクタリングを任せて、結果がめちゃくちゃになっても、今のなしって手軽に戻せるわけですね。そのやり直せる安心感が AI との協業における心理的なハードルを大きく下げます。それに加えて、スーパーバイズドモードでのファイル別レビューは人間の最終承認を担保しますし、プロパティベースドテスティングは人間が思いつかないようなエッジケースを AI が自動でテストしてくれる。このチェックポイント、レビュー、PBT という三段構えの安全策があるからこそ、開発者は安心して AI に大胆な作業を任せられるんです。安心して冒険できますね。14ページ目は、これまでの機能が全部描かれたキロ冒険マップ。わあ、これは壮観ですね。対話の森から始まって実行の平原を越えて設定の山脈に至ると、個々の機能が開発フローという一つの旅の中でどうつながっているのかが一目でわかります。このマップの存在自体がキロというツールの思想を物語ってますよね。機能は断片的に存在するんじゃなくて、全てが連携して一つの大きなワークフローを形成しているんだと。ユーザーが今どこにいて、次にどこへ向かうべきかを示してくれる。こういう全体像の理解を助ける工夫は、複雑なツールを学ぶ上で非常に価値があります。そして15ページ目では、そのマップ上に目的別おすすめルートが示されてます。黄色い矢印の基盤作業の近道ルートは、
オートパイロットプラスバイブ。青い矢印のチーム開発ルートはスーパーバイズドプラススペック。最初に1ページ目で提示された二元論が、ここで具体的な機能の組み合わせとして再登場するんですね。いや、見事な構成です。ユーザーの状況に応じてツール側が最適な使い方を提案してくれてるわけですね。プロジェクトの初期段階、つまり森を探索しているときは近道ルートでスピードを重視する。そしてプロジェクトが本格化して城を築く段階になったら品質と安全性を重視するチーム開発ルートに切り替える。この柔軟性こそがキロの本質国徴と言えるでしょう。さて、いよいよ最後の16ページ目です。付録として冒険者のための呪文早見表。つまり、キーボードショートカット一覧ですね。まあ、些細なことに見えるかもしれませんけど、こういう部分を使いこなせるかどうかで、ツールの体感速度って全く変わってきますからね。AI との対話が思考を妨げないくらいスムーズになることが理想です。最終的にそれを使うのは人間です。そのインターフェースが快適でなければ能力を最大限に引き出すことはできない。これらのショートカットは AI との対話をより身体的なものにするための呪文。開発を加速させるための基本的かつ最も重要な技と言えるでしょうね。というわけで、キロ冒険ガイドブックを巡る旅はここまでです。いやー、単なるツール解説にとどまらず、AI 時代の開発者の在り方そのものを問い直すような非常に示唆に富んだガイドブックでした。そうですね。AI をどう監督して、どう教育して、どう信頼するか。これからの開発者に求められるスキルセットがこの一冊に凝縮されていたように思います。この冒険で得た知識があなたのこれからの開発の旅で力強い羅針盤となることを願っています。さて、ガイドブックの最後のページ、17ページ目に書かれているメッセージを読み上げる形で締めたいと思います。今回の探検、楽しんでいただけましたでしょうか？もしよろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いします。通知をオンにして、次の新しい冒険にもぜひご参加ください。